課金王者決定戦イエーイシーズン5が終了した私のサーバーでは、またしても王者決定戦の季節がやってまいりました。戦闘機を使ってますか？戦術カードを使ってますか？今回の動画では、王者決定戦だけではなく、普段のアリーナでも使える知識。後編では、王者決定戦の実際の様子を見ながら、汎用的な英雄の知識をお伝えしていきます。だいぶ細かい話になりますが、同格と差をつけていきたい。課金差をひっくり返したい。そのように思っている方には役立つ情報が多いかと思います。より上位を狙うための確実な方法は、札束で殴るのが一番ですが、いくつかこすいテクニックがあります。まずは戦闘狂です。これはおなじみのテクニックですが、戦闘狂による余ダメージ増加効果は、アリーナや王者決定戦の戦闘でも有効です。戦争指導者の場合、その強化波はバカにならないほどの大きさなので、勝負どころでは必ず偵察を行い、戦闘狂状態を維持しましょう。次に、戦争指導者の突撃の旗。この赤い旗の効果もアリーナや王者決定戦で有効に働きます。大統領バフの使用。使える人は限られますが、大統領バフで強くなった英雄の強化効果ももちろん有効になります。レベル11兵士を所持している場合、黒兵士のみ暴風アリーナと王者決定戦にて効果ありです。次に戦術カード。これが使いこなすのが最も難しいところです。シーズン4以降に限りますが、コアカードの効果は有効です。コアカードには基礎効果が攻撃時に英雄のステータスが上がるものと、防衛時に英雄のステータスが上がるものの2種類があります。どちらが良いかはぶっちゃけ判断がつきません。特に王者決定戦の戦闘は、どちらか一方が攻撃、どちらかが防衛と完全にランダムに振り分けられるようなので、安定を取るのなら攻撃1枚、防衛1枚のセット。リスクを許容して上振れを狙うのであれば、ダブル攻撃かダブル防衛といった判断もあるでしょう。これらの基礎効果の他に、一部の士気アップ効果がアリーナや王者決定戦では有効です。例えば、執行士気向上を装備した状態で、執行迅速行軍を発動した時に得られるテキスト後半の士気アップ効果。この効果は王者決定戦の戦闘でも有効で、15分間兵士の士気を上げることができます。他にも、中流士気向上を装備した状態で、中流防衛体制を使用した際に得られる士気アップ効果。こちらは効果時間10分ですが、先ほどより強力な士気アップ効果を得られます。さらに、破壊士気向上を装備した状態で、破壊解体のプロを使用した際に得られる士気アップ効果。こちらも有効です。ここまでの話を聞いて、攻撃と防衛1枚ずつのバランスは良かったけど、士気アップ効果を使うためには同種で揃えるしかないのかと思った方もいると思います。実はそんなこともなくて、例えばこの2枚を装備しておいて、迅速行軍を使用し士気アップ効果を得ます。記事の上に効果発動中のマークありますよね。で、発動した迅速行軍の方はクールタイムでしばらく外すことはできないのですが、こっちの執行士気向上は外すことができます。これ外しても士気アップ効果は継続です。なのでこの後、この兵士がグーしてる士気向上の方を防衛系のカードにすることができます。さらにエンジニア限定なのですが、破壊士気向上を装備した状態で廃墟解体を完了した時に得られる3分間だけの士気アップ効果、これも有効です。なので、破壊士気向上を装備した状態で廃墟を解体し、その後、部隊を基地に戻してカードを変更。このようなカードセットにしてカードを使用することで、ダブルの士気アップ効果を得ることができます。廃墟解体での士気アップ効果は3分間ととても短いので、
操作が非常に忙しくなりますが、破壊式工場を装備した状態で廃墟解体さえすれば、いつでも式アップが得られるというのは非常に便利な点です。ただしこの方法は驚くほどめんどくさい上に、さすがに戦争指導者以上には強くならないので、アリーナや王者をガチる人はおとなしく戦争指導者でやってください。これらの効果はあらゆる対人戦で有効なので、勝負どころで使用してもらえればと思います。で、結局どのカードを育成してつけておけばよいか、もう決めちゃってください。ポッポコハム太郎さんという方、おすすめは執行系2枚のダブル攻撃セット、または1枚は攻撃系で執行迅速行軍、もう1枚を防衛系で中流式向上、またはエンジニアの方の場合は破壊式向上、これが便利かなと思います。すべてのパターンで採用されている執行迅速行軍はオフシーズンでのメリットがめちゃめちゃ多いです。効果時間15分の式アップというところも強いですし、行軍速度アップはですね、一部の戦場で有効です。これもしかしたらバグです。他にもゾンビ狩りなど行軍速度アップは非常に便利なシーンが多い効果です。王者決定戦が開催される際は、だいたい皆さん超久しぶりだと思うので、もう基本ルールなんて記憶の彼方だと思います。平日の23時30分という寝落ち必須のタイミングで開催されるオフシーズンの王者決定戦は、毎日他のプレイヤーと戦闘を行い、より上位を目指していくイベントです。特定の戦域がマッチングし、グループ分けが行われ、予選、二次予選、本戦と進んでいきます。予選を突破できるのは各グループの上位8名です。加えて予選トップ50位に入れれば自分宛ての順位報酬と戦域報酬を手に入れられます。リカキン戦車の私でもシーズン4の王者決定戦でギリギリ50位に入り込むことができたので、運が良ければリカキン勢でも50位に入ることはできるでしょう。もし完全無課金でトップ50に入れたとしたら、それはもうゲーム上手すぎなので無課金最強を名乗ってもいいでしょう。トップ50から漏れてしまうと、実際に戦った戦闘回数と勝利回数に応じた報酬しかなく、ぶっちゃけこれらの報酬は寝ていても取れるので、明日のために寝るぜという方はもう寝てていいです。二次予選以降になると、どちらの選手が勝つか予想をして闇市キャッシュを増やせる賭けが始まります。この賭けではキャッシュが減る心配は一切ないので、寝る前には必ずどの選手かにキャッシュをかけておきましょう。戦闘の際は3つの部隊を使用します。英雄や装備を強化した際にはデータ同期ボタンを押しましょう。このボタンで英雄たちの強さの情報が反映されます。先ほど出てきた戦闘狂、突撃の旗の効果、大統領バフ、戦術カードの式などもデータ同期をすることで反映されますので、強い効果がある状態でこのボタンを押しましょう。で、どうやらですね、戦術カードから得られる式アップ効果は、その効果時間の終了とともに式アップの恩恵もなくなってしまうようでした。データ同期後、部隊編成や出撃順番を変えて相手と戦っていきます。戦闘は集結形式と呼ばれる方法で行われます。例えば自分がこの順番、相手がこういった順番で部隊を並べていた場合、上から順に戦闘が行われ、どちらか一方が全滅するまで戦闘が進みます。基本的には有利属性に当てられるように部隊の並びを変更していくと良いです。最終的な順位は単なる勝ち負けだけではなく、相手の部隊をどれだけ削ったかの指標である撃破数も影響してくるので、明らかに相手が強く負け試合であったとしても、いかに相手の部隊から兵士を削り取れるかで最終的な順位が変わってきます。これらが王者決定戦の基本となります。さて、ここからは実戦の様子を見ながらどんな感じに部隊をぶつけていいのかを考えましょう。といっても考えるポイントは非常にシンプルで、まず有利属性にぶつけること、次に
撃破しやすいキャラを見極めて配置すること。最後に、圧倒的な格上の場合、少しでも撃破できるよう組み合わせを考えること。王者決定戦では、まず相手の戦闘履歴を見ます。この人の場合、直近の試合を見る限り、航空、ロケラン、戦車の並びを崩していないので、おそらくこのまま来ると予測できます。同格の航空なので、アダスカ戦車をぶつけて1戦目勝利です。ちょい格上のロケランに惜敗しました。前にマクレガーとアダムが並んでいますよね。マクレガーは自己強化が得意。アダムは他者強化が得意なキャラなので、一般的にはアダムの方が守備が弱く崩しやすいです。ですら、ステッドワンで削り、スイフトで追撃をするといった形をとっています。計画通り、アダムを早めに落とすことには成功しましたが、押し負けてしまいましたね。惜しいです。しかし、これだけ削れば、後々の戦闘が楽になります。こういった風に、スイフトが前に出ている場合は、スイフトを狙ったり、相手が航空の場合は、ルシウス、または前に出てきたディーバ。選手なら、マーフィーといったキャラから狙っていきます。マクレガー、カーリー、ウィリアムズといったキャラは自己強化が得意なキャラクターたちなので、彼らに攻撃を吸われないということを考えていきます。このように守備が弱そうなところに攻撃を集中させ、さっさと落としきってしまうという考え方はあらゆる場面で有効です。この試合では2軍3軍同士の戦いは負けてしまいましたが、生き残った1軍が残りを倒して勝利しました。圧倒的な格上が現れました。1軍は強すぎるので相手にしません。相手の2、3軍をどれだけ撃破できるかということを狙います。相手の1軍には3軍を当てます。これは捨て駒です。2軍の攻撃にアダスカを当てます。勝ってくれました。3軍のロケットランチャーにこちらもロケランを当てます。戦力を補強する意味合いで、ドミネーターゴリラはこちらのロケラン部隊にくっつけます。勝ってくれました。相手の1軍にヘナチョコパンチをして終了です。もちろん総合的には負けましたが、2部隊分を丸々撃破ポイントいただくことができました。こんな感じで有利属性にぶつけ、撃破しやすいキャラから削り、圧倒的な格上には少しでも撃破できそうなぶつけ方をする。これらを王者決定戦では意識してもらえればと思います。はい、というわけで今回は対人戦で使える意外と知らない知識、それから具体的な王者決定戦の内容についてお話をしました。この動画が良かったよ、参考になったよと思われた方、いいね、チャンネル登録はお気持ち程度に。よければ、アリーナでしたり、特に王者決定戦がそろそろ始まりそうだといった方に、こちらの動画のシェアをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。最近当たり前がバグってきてるんじゃないかと心配で、例えば今日の動画にあったマーフィー、ルシウス、アダムはパッシブスキルが他者強化だから自己強化系のウィリアムズ、カーリー、マクレイカーと比べると柔らかいから攻撃をするときは先に狙ったり編成をするときには後列配置の適性が高いよなってことは25って4倍すると100だよなくらい汎用的な知識だと思っているのですが、よく考えたらこいつの顔見てパッと名前が出てくる時点でちょっと変だし、もっと言うとパッシブスキルの特性や攻撃のダメージ属性を覚えている時点でかなり頭ラストボーなんじゃないかと心配しています。ということで全武装キャラの性能も分かったことですので、ぼちぼち英雄たちの情報をまとめた動画をリニューアルして出そうかなと思っております。皆さんのこのライン超えたら頭ラストをって思う瞬間もコメント欄にお寄せください。私の場合、午前11時に忙しいって言い出したら頭ラストだと思います。以上です。